はい、こんにちは。最近低価格ないわゆる中華カーボンホイールの選択肢が多様化しています。10万円から20万円くらいの価格帯で軽量かつ高品質なホイールが手に入るようになってきました。このチャンネルでも過去に様々なブランドのホイールをレビューしています。さて今回は2025年に立ち上がったばかりのブランドパーティクルから 50mm ハイトで 1055g という超軽量のカーボンホイールを取り上げます。このホイール、圧倒的な軽さやそもそもまともに走るのかといったポイントに注目しがちなんですが、パーティクルは軽さだけを求めてこのホイールを作ったわけではありませんでした。様々なレベル、様々な好みのユーザーに合わせて幅広い選択肢が用意されたユニークな製品でした。じゃあ早速開封していきましょう。段ボールを開けると結構ね、梱包自体はシンプルですね。ブランドによったら結構ね、でかい緩衝材が入ってたりするんですけど、ここはこういう段ボールでホイールを保持するような構造です。で、これは付属品ですかね。内容はチューブレスバルブと、予備のカーボンスポークが2本です。で、ホイールはこんな感じの不織布の袋に入っています。で、取り出すと、こんな感じ。もう明確に軽いですね。ブランド名のパーティクルっていう文字と、製品名 RCX50 ウルトラライトっていうのがレーザー加工で彫り込まれています。で、後輪はこんな感じ。リムハイトは前輪と同じ 50mm です。さて、このパーティクルってブランドなんですが、アメリカ人のパトリック・クラークっていう人が2025年に創業したばかりのブランドです。で、ブランドを立ち上げる前は中国アモイの大手ホイールブランドで3年ぐらい働いて、そこで知識や経験を蓄えて独立に踏み切ったみたいです。それでこのパーティクルのホイールに使われているリムやハブやスポークといった構成要素は主にアモイに拠点を持っている高い技術を持って信頼できるサプライヤーに委託されています。そしてこのパーティクルブランドのホイールは2026年シーズンから日本のコンチネンタルチームビクトワール広島への供給が決まっているそうです。なのでこれからプロレースの世界でもどんどん見かけることになっていくんじゃないかなと思います。では次にこのパーティクルのホイールの製品ラインナップについて解説します。まずパーティクルのホイールは大きく分けてロード向けの RCX シリーズとグラベルオールロード向けの GCX シリーズに分かれています。違いとしては内幅 21mm の RCX シリーズは 28C タイヤに最適化された設計となっています。一方で GCX シリーズは内幅が 25mm で外幅がだいたい 35mm ぐらい、30C から 32C のタイヤを履いた時に最も空力的に優れた断面形状になるようになってます。さてこのパーティクルのホイールなんですけど、非常に多くのラインナップが用意されていることが特徴です。今回レビューで取り上げるロード向けの RCX シリーズだけでもリムのグレードがまず3種類、ウルトラライト、ライト、チームが用意されてます。その名前の通りウルトラライトが一番軽いモデルなんですけど、これは単純にウルトラライトが高級モデル、チームがエントリーモデルっていうわけではありません。軽量なリムを作るのは難しいので、もちろんウルトラライトの方が価格は高いんですけど、立ち位置としてはウルトラライトが軽さを追求したモデル、それに対してチームはより剛性と強度を重視したモデルとなっています。で、ライトはその中間的な性格でほどほどの軽さ、ほどほどの剛性というような立ち位置になってます。ホイールの体重制限はウルトラライトが 100kg、ライトが 120kg、チームが 140kg となってます。最も軽い構成でウルトラライトが 985g、それに対してチームだと同じ構成で 1240g とやや重量は変わるんですけど、その代わりチームモデルは非常に高い剛性を誇ってまして、国内のプロ選手がスプリントしても十分な剛性を持ってるらしいです。
さて、このようにまずリムのグレードが3種類あって、軽さ重視か剛性重視かで選択できるようになってまして、その上で各グレードのホイールセットに対してリムハイトは6種類、最もローハイトなものから 33mm、40mm、45mm、50mm、55mm、60mm とほぼ 5mm 刻みで用意されています。なので自分の求めるシチュエーションに応じて細かくリムハイトを選択できます。でさらにパーティクルはこのカーボンスポークも選択することができます。標準的な第3世代スポークは幅 5.2mm で剛性重視。一方第4世代スポークというもっと細いスポークも選択することができまして、そちらは幅が 3.2mm と細くなってて、スポーク1本あたりの重量が第3世代スポークの 3.5g から第4世代スポークでは 2.1g と大幅に軽量化されてます。一般的に太いスポークは少し重量がかさむ代わりに引っ張り剛性が高くってかっちりとしたライディングフィールになりやすいです。第4世代スポークは軽量でホイール自体の剛性は少し下がるんですけど、その分乗り心地には優れるような乗り味になる傾向があります。さらにハブも選択可能です。通常のモデルは AR1 という形式のアルミハブになるんですが、この最も軽量なウルトラライトのシリーズだけは今お見せしているような SR1 っていうより軽量な設計のハブを選択することもできます。こちらは AR1 に比べて重量が 45g 軽量で、使用されているベアリングもS&S 社のスチールベアリングまたはセラミックベアリングを使用している AR1 に対してこちらの SR1 では TPI 社の高品質なセラミックベアリングを採用しています。ただこの SR1 のハブを選択した場合このスポークは第4世代のみとなります。このようにリムのグレード、リムハイトでスポークの種類、ハブの種類と様々な選択肢が用意されてまして、体格とか脚力、乗り方、好みなんかによってすごくきめ細かくホイールを選ぶことができます。同じ RCX シリーズって言っても最軽量の構成にするのか、それとも最も重量があるけどその代わりに剛性と反応性に優れたチームモデルのかにするのかで、見た目が同じようなホイールでもはっきりと乗り心地が変わると思います。なので今回このホイールのレビューするにあたってどのような構成にするか結構悩んだんですけど、あえて最軽量の組み合わせの 50mm ハイトにしてみました。RCX ウルトラライトのリムハイトが 50mm、その上でスポークが軽量な第4世代スポーク、ハブも最軽量の SR1 ハブという構成になってます。ではこのホイールに使用されているリム、スポーク、ハブについて詳しく見ていきましょう。まずリムについてなんですが、先ほども説明したようにシリーズで最も軽量な RCX ウルトラライトシリーズ、その中で標準的な 50mm のリムハイトのモデルとなっています。この RCX シリーズのリムは内幅が 21mm、外幅が 31mm となってまして、28C のタイヤを履いた時にタイヤ幅に対してリムの幅が 105% 前後という最も空力的に有利な断面形状になります。で、リムの幅を実測するとリムの内幅が 21.5mm 台ですね。一方でリムの外幅は 31mm 程度となってます。なおこのパーティクルのロゴなんですけど、グロスのリムに対してレーザー加工でロゴが施されています。このロゴの部分ははっきりと段差があります。この表面のクリアの塗装を貫通して、ちょっと彫り込まれたようになっててかなり質感はいいです。そして見た目ではわからないんですけど、このホイール、ここにバルブのホールがあって、でこちらがその反対側なんですけど、この反対側だけ意図的にカーボンの積層を増やしてあります。チューブレスバルブをつけたりとかチューブを入れた場合、バルブのある側の重量が重くなってしまうんですよね。
なのであえてこのバルブの反対側に積層を増やすことで重量バランスを取るように工夫されています。さて次にスポークです。スポークは剛性に優れた第3世代スポークと軽量な第4世代スポークから選択できて、今回は幅 3.2mm の第4世代スポークを使用しています。スポークの組み方が前輪がスポーク本数20本、どちらも2クロスで組まれています。で、後輪に関しても同様に反ドライブ側10本の2クロスで、ドライブ側も10本の2クロスという非常にオーソドックスな構成となっています。で、この後輪の場合カセットスプロケットがあるドライブ側のスポークとこのローター側のスポークでスポークのこの角度が結構変わるんですよね。そのせいで左右同じ本数で組んだ場合スポークテンションがこちらに対して反ドライブ側はだいたい半分ぐらいになってしまいます。なので他のブランドだとあえてドライブ側のスポーク本数を増やす 2-to-1 組が採用されることが多いんですが、このパーティクルではあえて左右同数の組み方としています。この組み方スポークテンションに左右の差が生まれるという欠点はあるんですけど、その一方でこのリムの負担を減らしてより軽量なリムを採用できることで、ハブについてもより軽くできるというメリットがあって、総合的なメリットとデメリットを考えた上であえてこのようなスポークの組み方を採用しているらしいです。ただこのスポークについては少し気になったこともあります。スポークの重量はニップル込みで1本あたり 2.1g と非常に軽量なんですが、このスポークヘッドの部分、ここスポークが走行中ねじれてしまうのを防ぐために回り止めの平面部分が設定された形状になってるんですよね。ただ2本あるスペアスポークの中の1本についてこのエアロスポークのブレードの向きとここの T 字型になっているこの向きが少しずれているものがありました。ここのスポークヘッドの向きを揃えるとこのブレードの向きが少しずれてしまってるんですよね。逆にブレードの向きをぴったり揃えるとこのヘッドが少しずれている。なのでこのスペアスポークつけると最初からスポークが微妙にねじれた状態で固定されてしまいます。このカーボンスポークの出来自体は、見た感じそこまで品質は悪いようには見えないんですけど、ただこのスポークヘッドの向きについて少しずれてるものがあったっていうことについてはここで触れておきます。で最後にハブです。ハブについては通常の標準仕様では AR1 というモデルなんですが、このウルトラライトグレードに関してはより軽量な SR1 ハブを選択可能で、今回レビューするものではその SR1 のハブを使用しています。これは通常仕様の AR1 ハブに対して 45g 軽量な超軽量ハブとなっています。で軽いだけではなくってベアリングは TPI のセラミックベアリングを採用してまして、標準仕様の AR1 のものよりもシール性や回転のスムーズさに優れているようです。でキャップはこんな感じで特にシールとかはないんですが、このキャップの裏側には防水のグリスがしっかり塗られています。でリア側についてはこんな感じです。こちらもハブキャップの構造はこういうホイールでオーソドックスなエンドキャップを差し込んだだけの形式で、外部シールはありませんが同様に防水グリスが塗られています。あとこのハブについて言えばスポークを保持する部分が引っ掛けではなくって、このハブの穴に通す方式になっているっていうのは一つポイントですね。こういう構造にすることでクラッシュ時にスポークが脱落してホイールが崩壊する事故を防ぐことができます。フリーボディについては軽量化のためにかなり削り込まれています。そしてラチェットメカニズムはおなじみになったスターラチェット形式の構造を採用しています。ラチェット数は 36T となっています。
ハブの分解自体はこのように工具なしで行うことができるので、メンテナンスはしやすいようになってるかなと感じました。でこのハブのラジェットスプリングは、こんな感じのコイルドウェーブスプリングっていうタイプのバネでして、このラチェットの全周にわたって均一に力を加えられて、しかも全体としてコンパクトなのが特徴となってます。これ最近ではヨーレオの新型ホイールでも同じようなスプリングを使用しているのを見ましたね。では最後に重量を実測しましょう。この RCX ウルトラライトの 50mm ハイトのモデル、交渉重量は前後セットで 1055g となってます。でパーティクルのホイールはあらかじめリムテープが貼ってあるんで、交渉重量よりは少し重たくなると思うんですが、測っていってみましょう。まずは前輪、実測重量は 501g、 めちゃくちゃに軽いですね。で次は後輪、こちらを実測すると重量は 589g なので、前後セットの重量だと 1090g となってます。交渉重量に対して 35g ほど重たいんですが、チューブレステープの重量が片側で10から 20g ぐらいあると思うんで、テープなしのリム単体の重量だとほぼカタログ重量通りだと思います。いやしかし改めて測りに乗せるとこの軽さ強烈ですね。はい、ということでパーティクルの RCX50 ウルトラライトのモデル、私のバイクに取り付けてみました。じゃあこのホイール実装レビューしていきましょう。今回は200キロほど走ってこのホイールの軽さや剛性、乗り心地なんかについて評価してました。超軽量ホイールということで最初結構緊張してたんですけど、走り出してみると不安感はないです。一般的なカーボンホイールとして普通に扱えます。ただしこのホイール前後で 1055g という超軽量だけあって、やはりそれなりの代償はあります。軽量化と引き換えに剛性はそんなに高くないんですよね。ゼロ発進とか上り坂でダンシングした時、あるいはスプリントする時みたいな大トルクでペダルを踏み込む時にパワーが吸い取られるような感じがあります。剛性の低さというよりも反発力のなさに物足りなさを感じました。それでどうやったらこのホイールが進むのか、いろんなペダリングの仕方を試してみたんですけど、ポイントはこのホイールに大きな力をかけないことだなと思いました。ローラー台を回す時みたいにトルク変動の少ない一定のペダリングを心がけると、反発力のなさっていうネガティブな面が目立ちにくいですし、普通のホイールよりもボトル1本分ぐらい軽いこの重量のメリットを活かせます。勾配一定の上り坂なんかではスイスイ進みますね。全体的に急激な加速とかダンシングとかをしないような燃費運転系の乗り方とは相性がいいように感じました。また乗り心地については非常に良かったです。剛性の低さの裏返しでもあるんですけど、舗装の継ぎ目とか路面が荒れたような場所でも体に伝わってくる振動はかなりマイルドになってました。なので長距離長時間を一定ペースで走り続けるような乗り方には意外と向いてるかなと思ったんですけど、そういう使い方する時に気になるのは横風耐性ですかね。50mm ディープとそこそこのリムハイトで、しかもこのホイールが軽いせいか結構横風に煽られやすいように感じました。はい、それでは200キロ走行後の横振れとスポークテンションをチェックしました。横振れは目視で前輪が 0.1mm 程度、後輪は 0.2mm 程度と目立った振れは認められませんでした。で一方スポークテンションはいつも通り簡易的なテンションメーターで測定してメモリの読み取り値をそのまま掲載しています。前後輪とも20本スポークの1対1組なんで左右のテンション差はありますね。特に後輪はローター側のテンションが低いように見えます。またホイール一周を通してスポークテンションのばらつきが大きい点が少し気になりました。はい、ということで今回はパーティクルのカーボンホイール RCX ウルトラライト 50mm ハイトのモデルをレビューしてきました。
このホイール前後セットで 1055g と圧倒的に軽いんですけど、その引き換えに剛性の面では少し物足りなさを感じてしまいました。とはいえかつての軽量ホイールにあったような不安感っていうものはありませんでした。例えばこのホイール、これは今から約25年前2001年のジップのカーボンリムなんですけど、この頃のホイールといったら、少し荒っぽい乗り方をしたらすぐ触れてしまったりとか、段差に無遠慮に突っ込むとリムが割れてしまったり、あるいは長い下りでブレーキをかけすぎるとすぐ熱で溶けてしまうような代物でした。それに対してこの RCX ウルトラライトは普段のライドから気を使わず普通に使えるホイールでした。それに私が乗っただけでこのホイールがダメなホイールと断ずるのは浅はかです。体重 70kg、FTP320W のライダーにとっては華奢すぎるという評価になりましたが、ホイールの評価っていうのはライダーの体重やパワー、そして乗り方でいかようにも変わります。しかもこれはかなり尖ったスペックの人を選ぶホイールです。体重が重くてパワーがある人が急加速やダンシングを繰り返すような、例えばクリテリウムなんかに使うのには向きませんが、体重が軽い選手が一定ペースでペダリングを続けるようなヒルクライムやロングライドなんかに使う分にはこのホイールのネガティブな面が見えづらく、メリットである軽さが際立つようになるかと思います。そしてパーティクル自身もこのホイールが万人に合うホイールとは思っていないはずです。だからこの RCX シリーズはこのリムのグレードだけで3種類、そしてスポークも2種類から選べるなどかなり多くの選択肢が用意されてます。残念ながら驚異的な軽さと高い剛性を両立するような魔法のホイールっていうのはありません。もし体格が良くってパワーがあるライダーだったら軽さばっかりに注目せずにウルトラライトモデルよりも剛性の高いライトやチームといった選択肢、スポークも極細の第4世代じゃなくって太い第3世代を選ぶなど剛性を重視したオーダーをすべきだと思いますし、そういう個々人の体格や好みに応じていろんな仕様のホイールを選べるのがこのパーティクルの魅力の一つかなと思います。はい、ということで今回このパーティクルの RCX シリーズのホイールをレビューしてきました。もしこの動画参考になりましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。